今回は海外旅行に行くときにいつも持って行きがちだけど、実際にはあんまり使わないものや、むしろ持っていかない方がいいと思うアイテムを7つご紹介します。どれも私の実際の経験や個人的に必要ないと感じているものになります。今日の動画はポッドキャストのような感覚で耳だけでもお楽しみいただけると思いますので、何か作業をしながらでも気楽にお聞きください。それでは始めます。まず一つ目が大量の現金です。海外の旅行先では観光客を狙ったスリとか、あと強盗のリスクがある場所も多いです。日本も人が多い場所だとスリは普通にありますが、慣れた場所を歩くのと観光客として歩くのでは、カモとして狙われる確率が違います。一度にたくさんのお金を失うことになるとダメージが多いし、もし買い物の時とか屋台で財布を開けて中にたくさんお金があるのを目撃されてしまうとかなり危ないと思います。現金は最低限だけ持って行って、クレジットカードなどのキャッシュレスの支払いも活用しながら、また現金が必要になったら現地でクレジットカードやワイズカードとかでキャッシングするなどして再度下ろすのが安心です。ちなみに余談ですが、下ろした現金をそのまま財布一つに全部入れておくのもちょっとリスキーです。理由は先ほどお話しした通り、もし全財産をお財布一つにまとめて取られてしまったらダメージが大きいからです。一部は財布じゃない別のポーチに入れておいたり、ホテルのセーフティーボックスか、セーフティーボックスもちょっと心配という方はスーツケースに入れておいて、出かけるときは鍵を閉めておくとリスク分散になります。2つ目が財布の2個持ちです。ついさっき1つ目のお話で、お金を全部1つの財布に入れるのはリスキーって話したのに、早速2つ目が財布の2個持ちが不要という話で、ちょっと意味不明かと思うんですが、私が不要と思うのは、海外に行くときに日本円と旅行先の現地通貨用で財布を持つのが不要というお話です。実は私も以前は日本円と現地通貨用と2個持ちしていたのですが、実際のところお財布が2つあると荷物になるし、扱いも結構大変なんですよね。管理方法についてきちっと自己流のシステムがある人ならいいのですが、私のようなズボラな人は旅の後半で日本円の財布の存在すらすっかり忘れていることがあります。途中で、あれ、日本のお財布どこに入れたっけと探し始めて、結局はセーフティーボックスの奥の方とかスーツケースのどこかにあるんですけど、探す時間がもったいないし、なくしたかもと焦るのが本当に心臓に良くないんですよね。あとありがちなのは、日本に帰国した時に日本円の財布がうっかりスーツケースに入りっぱなしで、そして日本についてお金を使いたい時に財布を取り出すために道端でスーツケースを開けて広げると大変な手間になるし、荷物の中身を見られるのが結構恥ずかしいです。海外旅行に行くとき、基本は日本円は旅行で使う分以外は持たないで、カード類も不要なものは家に置いていって、出発の段階からお財布は1個だけ持って、その中にどうしても日本で使う、例えば交通系の IC カードとか、国内で使う日本円を最低限少しだけ持っていくのがベストな方法だと思っています。3つ目が変圧器です。昔は海外旅行に行くというと、変圧器ってほぼ必須アイテムでしたが、最近はいろいろな電化製品が幅広い電圧に対応していて、旅行先で全然使う機会がないことの方が多いです。例えば iPhone の充電で使う USB-C タイプの電源アダプタだったら、100V から 240V まで対応しているので、大多数の国で使えます。あとはたまに持っていくヘアアイロンも同じく 100V から 240V 対応しています。ただやはり事前に持っていく電化製品が行き先の電圧に対応しているかというのは確認が必要です。うっかり電圧が違う製品をコンセントに挿すと、ホテルの部屋の電気がシュンって落ちることがあります。特にヘアドライヤーを持参するとこういうトラブルが多いです。混乱しやすいのですが、変圧器は不要でもコンセント差し込み口の変換プラグは国によってはどうしても必要になるので、こちらは必要だったら必ず持っていきます。4つ目が衣類用の圧縮袋です。圧縮袋も旅行用品の定番アイテムですが、
私は海外旅行ではほとんど使いません。なぜかというと、いくら洋服を圧縮してスーツケースの中にスペースができても重量は変わらないからです。飛行機に乗るときって預け荷物も機内に持ち込む手荷物も重量制限があるので、スペースがあるからといってたくさん詰め込んでも結局重量で引っかかると荷物を減らすように言われてしまいます。なので私の場合、洋服はあえて圧縮しないで、もう入りきらない量の荷物とかお土産は潔く諦めるようにします。あとは利用するエアラインの会員だったり、会員ではなくても航空券の予約クラスによってはエコノミー席でも荷物を2つまで預けられることがあるので、私の場合重量制限に引っかからないように1つのスーツケースにたくさん詰めすぎないで、もう1つボストンバッグを用意して帰りにお土産とか荷物が増えたら洗濯物とか靴とかをそちらのボストンバッグの方に詰めて預けるようにしています。個人的に圧縮袋が一番活躍するのは国内の新幹線移動の時だと思います。特に実家に帰省してそこから自分の家に帰る時ですね。小さいスーツケースでよく行くんですけど、帰りに大量の食料とかいろいろ渡されて荷物が入りきらなくなることがよくあるので、そういう時に洋服を圧縮してスペースを確保しています。5つ目がコードレスの電化製品です。最近はコードレスのヘアアイロンとかお湯を沸かすケトルとかいろいろ売ってて、使う時はもちろん持ち運びにも便利なので旅行でも使えそうだと思うのですが、このコードレスの製品って落とし穴がありまして、充電式の電化製品はだいたいリチウムイオン電池が内蔵されているので預け荷物にできないんです。そうなると機内手荷物になるので、移動中に使わないケトルとかヘアアイロンとか全部手荷物として持って飛行機に乗ることになってしまいます。スマホの充電用のバッテリーって持っていく方が多いと思いますが、バッテリーも小さいのに地味に重量がありますよね。それに加えてヘアアイロンとかケトルとかも持つと大荷物で空港の中を歩くことになって大変なので要注意です。普通にコンセントを差し込んで使うコードがあるタイプで、リチウムイオン電池が内蔵されていないものならスーツケースに入れて預けられるので、むしろ旅行へはわざわざコードレスタイプを持っていかない方がいいかもしれません。6つ目がスマホショルダーです。私が言うスマホショルダーとは、肩からかけておけるショルダーストラップ付きのものです。最近はスマホが大きくて重いし、特に洋服にポケットがない時とかにこのスマホショルダーがあると手ぶらで出かけられて、必要な時にすぐスマホを使えて便利なのですが、海外でこれを使っているとここにスマホがありますよとアピールしていることになってしまいます。スマホとか特に日本人が多く使っている iPhone は国外では結構高級品なので、スリとか強盗で狙われる原因になってしまいます。スマートフォンはショルダーストラップで肩掛けとか、あとズボンの尻ポケットには入れないでバッグにしまっておいて、必要な時だけ取り出すのがいいと思います。ただ逆に手首にかけておく用の短いストラップは結構使えると思います。本当に悪い人たちは、私たち観光客が写真とかビデオとか撮影に夢中になっている時に手に持っているスマホを無理やり奪っていくこともあるみたいなので、スマホを使う時簡単に体から離れないようにストラップを手首につけておくと、落とす心配も減るし安心だと思います。7つ目が大量の日本から持っていく食料です。食べ物に関してはお子さんが偏食だとか、あとアレルギーとかの体質によってはどうしても持参することになると思うので、結構個人差が大きいと思うので参考程度に聞いてください。私が不要だと思うのは、ただ単に現地の食べ物が口に合うか心配という漠然な不安から、パックのお米とかカップ麺とかお菓子とかをたくさん持っていくケースです。日本からがっつり持っていくと、せっかく持ってきたからとか、食べなくてもいいけど日本に持ち帰ると荷物になるからと、現地の食べ物を味わう機会を潰して無理やり日本でも食べられるものをホテルで食べる羽目になってしまう可能性があります。もし現地の食事に飽きそうで不安とか、体調を崩した時が心配という場合は、例えばかさばらない梅干しとかインスタントのお味噌汁とか
小さめで食べるとホッとできるものを少量持っていきます。アジア圏の旅行だったら、百貨店とか大きめのスーパーには、だいたい日本の食べ物が売られているので、値段は日本で買う時より当然高くはなりますが、本当に必要になった時だけそこで買えばいいと思います。旅行先が欧米だと、日本の食料が手に入る機会はアジア圏よりも低くなるかもしれませんが、日本食じゃなくても中華とか韓国料理とかベトナム料理とかお米を使った料理のレストランとかテイクアウトとか結構あるので、滞在先の近くにそういったお店があって、ドンピシャ日本食じゃなくてもこういうので対応できそうだなという場合はそちらを利用するといいと思います。以前私もヨーロッパに1週間ほど滞在して、もう後半は現地の食事に少し飽きてしまって、そんな時に韓国料理屋さんを見つけて入ってみました。すると中の厨房は地元の若い女性が何人かで切り盛りしていて、正直本場韓国や日本の韓国料理屋さんで食べる味とは程遠かったのですが、それでもお米を食べて、あとキムチのスープを飲むと、別に韓国人じゃなくてもなんだか懐かしい味と出会えてほっとした経験があります。以上になります。いかがでしたでしょうか？最近は旅行の荷物をコンパクトにする方法が SNS とか YouTube でたくさん紹介されていますが、最初から持っていかないことが究極の荷物軽量化だと思います。この動画が皆さんの旅行準備の参考になれば幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。